増える全然増える笑とにかく自分の作品を作りたい。5、4、3、2、1、0。はい、ということで今日はなんで来てもらったか。すごい食べるじゃんちょっとその想定外のことが起きたんで、ちょっと今日もう急遽今日から始めようかなって思って、このチャンネルはまあ作ろうかなと思ってたんだけど、でどんなチャンネルを作ろうかなと思ってたのは、僕が長編映画を、劇場公開するまでっていうのを初めから終わりまで、劇場公開できるところまでいけるのかちょっと分かんないんだけど、そこまでを YouTube で全部記録しておこうと思っていたんだけど、それでねそれで、映画を作るって言ってもさ、やっぱりお金がかかるわけじゃん。いや相当かかるでしょ。かかるよね。制作費を稼ごうと思ってずっと投資をしてたのよ投資をここの話からいきなり投資っていうのが出てくるとなんかすごい一気にうさんくさくツボとか出てくるのかな投資をしてたのよ、いくら目指してたの？3作作りたいなと思って、も企画は3作あんのよ、でもまず1作目5000万を目指して、投資をして増やしてたのよ。でそんな増えるもんなんだね。増えるもう全然増える先週は6000万あったのよ僕。言っちゃっていいやつ？もういいんじゃないの？もういいんだけどもう6000万あったのよ。でそれがつい3日前ぐらいに今10万円ぐらいになっちゃって10万円笑ってるけど笑っちゃうしかないよね。そう6000万あったのが10万円ぐらいになっちゃって今、そんなことある？あるのよ。この投資という世界の中においては、6000万円が10万円になるっていうことは多々あるのよ。誰も出してくんないんだったら自分で作るわみたいな感じで日がなコツコツ投資して6000万円にしたんだけど、3日前に10万円になっちゃってもう必ず笑うわけもうだって6000万円が10万円になることなんて普通ないじゃん。ない僕今普通じゃんこれね。分かんない、ある程度普通に笑っちゃってるよ。笑えてるじゃん。でも本当これ心の中では笑ってないから本当に。でも本当は笑ってないんだけど怖い笑ってない、笑ってないのに心の中は笑えてないのに、今笑えちゃってるっていう情緒だから今、やばいね。やばいじゃんそれって結構さ、もう10万円になっちゃったから僕がじゃあやったるわみたいな、金作ったるわみたいな感じでやってたのがもうなくなっちゃったじゃん。じゃあ僕どうしてたらいいのっていうのがあるわけよ。ところどころ怖いよ。じゃあどうしたらいいのかっていうじゃあどうしたらいいのかっていうとこなんだけど、これでなんていうの10万円になったから諦めるっていうつもりは元なくて、でじゃあどういうふうにじゃあここから長編映画、劇場公開の長編映画を作れるかっていうところを、劇場公開の映画を作りたいって僕が思っていた時に、じゃあどういうふうにしたらそれができるのかっていうのはほとんど出てないっていうかわからないっていうか、じゃあ果たして企画書はどういうふうに書くのかとか、どういうふうにお金を生んでいくのかとか、じゃあどういうふうに配給をしていくのかとか、見せられるとこ見せられないとことかってあるから、世の中に出てないっていう部分はあると思うんだけど、やっぱり僕みたいに映画を作りたいっていう人たちもいると思うから、じゃあ僕が作るんだったらそういうところを全て出してって、こういう年になっても夢があるっていう人たちの何か参考になったりすればいいなとか、自分のお金をさ、その6000万になってそろそろいけるかなみたいな気がしてるんだけど、もうそれが暴落しちゃって10万円になっちゃったから、そこからじゃあ僕が本当に劇場公開の映画を作れるのかっていうところ、それってもう僕の才能とか人柄とか日々の
行いとかっていうことになってくると思うからそんな感じなんだっけ映画ってそう違うの日々のちょっと一回考え直した方が日々の行いが神様が神様が投資とね神様投資と神様まあだからそういうかさ僕の才能っていうものをに何かこう人がこうね集まるのかっていうところも含めてまあ劇場公開の映画を作っていく過程を、YouTube で公開していこうかと思っています。なんか1個見た映画があってでそれを見た時に一番最初映画作りまあね劇場でこう見てた時に一番最初にバーンとこう監督名が出たのよ。でまあそれはまあこの人が作ったんだなみたいな感じでこうでそこからオープニングが始まってでそのオープニング終わりでも監督の名前がファッとこう出たのよ。また出るんだと思ってで本編が始まって本編自体僕そんなに好きな映画ではなかったんだけどで最後エンドロールがあってでスタッフがわーっとこう名前がこう出た最後に監督がこう流れてきてでその監督名のところでピタッと止まったのよ。でそのなんとかっていう監督がピタッとこう止まって真ん中でじーっとなんかこう10秒ぐらいこう長いあってでなんかそれ見た時に3回もなんかその名前を出すってなんかそれでじゃあ何のために映画を作ってんのかみたいな気がちょっとしちゃってこう映画監督とかっていうとこうね自分の作りたい作品僕もそうだけど自分が思いついたものとか考えてるものを世の中に出したいっていうところのこう言っちゃえば承認欲求みたいなこととか自己顕示欲とかっていうことなのか僕はこうまあ自分を表現したいっていうところであるんだけどでもそれはやっぱりこう内容であるべきであって僕の名前なんか最後に出なくてもいいからじゃあ僕のこう作った映画の内容がいいのか悪いのかっていうことだけその映画自体がこう面白いのか面白くないのかっていうことが確信にあるべきだと思ったんだけどなんだろう名前出したくないって言いながら顔出してんだけどねこれねこれね出てんのこれこれ出てんの映っちゃってます本当嘘じゃねえこいつすげえ売ってきていいじゃねえかみたいなねそうまあそうだねただまあこれはじゃあなぜやんのかっつったらとにかく自分の作品を作りたい僕が思ってる自分が面白いと思う映画っていうものを形にしたいっていうのがあるでそれ今これを作りたいっていうものがあるからそれをこう作るために一つ、動くそれを作るために僕は人生をかけるっていうところをやっていきたいなと思っているよ。いいじゃないですか、うん、もうだいぶなんか語り出すとあれ長く語っちゃうとテンションって落ち着いてきちゃうね。あそうダメいやわかんない どんくらいの尺の部位にするのかやっぱ10分ぐらいじゃないだいぶ詰めていった方が見やすいかもね。あ本当大丈夫だっはい、結構やっぱ喋り出すとワンセンテンス長いキャッチボールっていうより聞いてそう聞いちゃうねやっぱ、長えなこいつみたいな言うことがもう確信がもうありすぎちゃって、会話の中で探っていくっていうよりかは語るっていうそれダメなのかな見てる方がどうなんだろうねっていううぜえなみたいなどうなんだろうねちょっと思ったうざいって迷ってない感じがあるんですか。迷ってないじゃあ応援したくなるみたいなのがちょっともうなんかこいつなんかもう確信めいちゃって応援しづらいみたいな弱い方がいいのかなどうしたらいいかなみたいないや弱いのもうざいパターンありますよね。確かにねどうしたらできるみたいなやりたいことあるくせになよなよしている的な感じに見えるかもしれないです。でも誰も今正解を持ってないので分かんない探るしかないです。そうもうとりあえず今日素材取ってみて、うんいじってみてなんか話した感じは楽しかったですよよかったです気持ちよかった私